ジョジョの奇妙な冒険、アイズ・オブ・ヘブン。どうもこっちです。前回はいわゆる弱キャラと呼ばれているキャラの中で川尻耕作を紹介したんですが、今回はエンリコ・プッチについて紹介したいと思います。シームーンの方のプッチはよく強キャラと呼ばれることが多いんですが、ホワイトスネークの方は基本的に弱キャラと呼ばれることが多いです。なので早速エンリコ・プッチについて見ていきましょう。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。というわけでレッツゴー。お前の正体に到達できるなんて、お前に再会するなんて。完全なる死の忘却へお前を送り込んでおかなくては。丈太郎の娘。ホワイトスネークの方のプッチのあんまり強くないと言われてる点は大きく2つあります。1つが技の汎用性の低さ、もう1つがホワイトスネークはバグが起こりやすいという点にあります。まず技の汎用性の低さについて見ていきたいと思います。ホワイトスネークのスキルは L 三角のこのディスク投げ、 L 四角のラッシュ、 L 丸とあと R2 の方でもね同じようにディスク抜きができて、で L バツと L2 がカウンターという形になってます。ホワイトスネークのこのスキルのほとんどがコンボ向けになってます。例えばこの L 丸のディスク抜きですね。今見ていただいた通り L 丸や R2 を直当てすることは、ほぼ無理に近いですね。当たると思ってる角度でも外れることがあるので、コンボからちゃんと入れなきゃいけないっていうのがまずこのキャラの使いづらいところであります。他のキャラの例えば丈太郎のオラオラとかとりあえず打っとけばコンボをねちゃんと入れなくても当たることはあったりするんですが、このディスク抜きっていうのはかなり外れやすいです。なんで必ず弱攻撃から初動を入れなきゃいけないっていうのがかなり玄人向けのキャラになってます。このように比較4段目からなら確実に入ります。プッチのこのディスク抜きの性能についてなんですけど、これが唯一と言ってもいいほどのプッチの長所でもあります。1234から入れるとディスクを抜くことができます。ディスクを抜くとプッチの体力バーの下のディスクアイコンっていうものが出てきて、何 P からディスクを何枚奪ってるかっていうのが表示されます。でこのディスク抜きで技を奪っていくのがプッチの基本戦術になるんですが、ここで一つ問題点がありまして、この L 丸と R2 で奪える敵のスキルっていうのは相手の L 丸 L バツL2 のどれかなんですね。つまりどういうことかというと、何回このディスク抜きを打っても L 三角 L 四角 R2 のスキルっていうのは絶対に奪えないんですね。で他のスキルを奪うにはどうすればいいかっていうと、この幻覚だっていうカウンター技を当てるか、それか DHA を当てることでランダムに敵のディスクを2枚奪うことができます。で、基本的にこの DHA の追加効果は、すごく強いです。ほとんどのキャラがねただ DHA っていうのはダメージを与えるだけで終わっちゃうので、敵の技を2個も封印できるっていうおまけ効果があるだけでプッチの DHA はかなり強いです。なんでここは素直に強い点だと思います。じゃあカウンターを当てて敵の技全部封印すれば強いかっていうと、このカウンターにかなり性能に問題がありまして、相手コンピューターなんで、とりあえず当てることはできます。こんな感じで相手がコンピューターぐらいのね腕前だったら取れるんですけど、実はですね足が速いキャラだと相手はこのプッチが手を上げてる時に歩き回ってるだけでカウンターを避けられちゃいます。ただでさえねこのカウンターってそもそも狙いづらい性能だし、カウンターを当てることは厳しいです。ほぼ無理と言っても過言ではないです。乱戦してる時にこの急に L に打って当てることっていうのはね自分たまにできたりするので、乱戦してる時にこの味方かばう感じで使うと当たったりすることもあるかなって思うんだけど、ほぼ当たんないですね。つまり相手の L 三角 L 四角 R2 のスキルは DHA を当てることでしか奪えないと考えても過言ではないです。そのぐらいカウンターっていうのは死に技と言われてるぐらい当てられるのが難しいです。技性能が全体的に汎用性が低いっていうのは、例えばこのラッシュ技とかもなんですけど、範囲が狭いんですね。でよく見ていただけたら分かると思うんですけど、このラッシュ技ってホワイトスネークが出るんですけど前進するんですよねなので一発目をガードされると普通にずれてって隙だらけになったりします。そもそもねこれ当てづらいです。めちゃくちゃこのラッシュっていうのはちょっと前から出るんで、密接してる状態だとこんな感じになります。そういう意味でも技を逆に打つことができないっていうのがプッチの難しさになります。あと他の技で、R1 もありますね。R1 はね
こんな感じでコンボに組み込むと追加ダメージをかなり狙えるので R1 はダメージ稼ぎに使えるかなと思います。ただ四角を初動からちゃんと入れていかないとダメっていうところで、クロート向けです。でこの三角のね、ディスク抜き最後に言いますが、これはねかなり、個人的に使いやすいと思います。この L 三角は敵に当てると勝手に変な方向に敵が歩いていくようになります。これは操作不能になるので敵のね行動を崩すのにかなり使えたりします。あと単純に飛び道具ってだけであるのとないのじゃ全然違うので L 三角のディスク投げは個人的に結構強い技だなと思います。まあねクールタイムが短かったらねいいんだけどね、これね結構長いんだよね。ただ L 三角はプッチの技の中では一番個人的に使いやすい技だなと思います。他は全部ちゃんとね四角から入れてったりとかコンボの途中で入れなきゃいけなかったりするから、なのでここまでの情報をまとめるとプッチは技が全部コンボ向きなんですね。で場をねひっくり返せるような範囲技とかもないので劣勢状態になったらスキルでひっくり返すってこともなかなかできないのでね、例えば丈太郎だったら時止め DHA オラーとかアブドゥルさんとかだったら空中で溶かすのはわけないで、隙を作るとかねスキルに頼ることっていうのはやっぱり強キャラたちはできるんですけど、そういうことができないのが、ホワイトスネークプッチの厳しいところです。かなりその近接をちゃんとできる人じゃないとうまく使いこなせないっていうところですね。最後にですねこのプッチのね一番の弱キャラって言われてるところの問題点を、話したいと思います。それは具体的に何かっていうとスタンドがずれまくるんですね。スタンドのズレっていうのはいろんな条件で発生するみたいなんですけど、それのね参考動画で過去のね動画をこれから流します。そうホワイトスネークなマスミさんの言う通りなんだよな、バグるからな。ホワイトスネークの技っていうのは基本的にこの前進する系の技が多いのでちょっとでもずれると当たんなくなったりします。なのでスタンドのずれによって苦しめられることがあるというのもプッチの悲しい点です。それについてのね対策を話すと、こまめにねガードするとこのスタンドの位置が初期位置に戻るんですね。なのでプッチがずれてもしょうがないって人はこまめにガードをしましょう。他にもね例えばねこの青ゲージがなくなって黄ゲージになるときに、素数を数えちゃうとかね、そういう弱点もあったりするんだけど、一言で言うとプッチは地味っていうところがやっぱりね弱キャラとして挙げられることが多いところなのかなって思います。プッチが好きでも別枠にシームーンがすでにいるのでわざわざねこの進化がない方のホワイトスネークを使う必要がないっていうところがバトルでもなかなかね選出されないところなのかなと思います。自分ね6部大好きでプッチもねかなり好きな敵キャラなんだけど、やっぱりねこのホワイトスネークの方はめちゃくちゃ難しいっていうのであんまり選ばないんだけど、たまに使ってはねこのディスク抜く楽しさもあるし、あとねスタンドがずれまくってのその叫ぶね楽しさもあるので自分結構ねスキルに頼ってこのゲーム遊ぶから全部のスキルがコンボ向けなこのホワイトスネークっていうのはなかなか使いこなせないんですが、それでもたまに使ってはすごく楽しいので1,2,3,4,5段目5段目ね、5段目に入れましょうね。ちゃんとね四角の4段の後の5段目に L 丸を送ると入りやすいです。なのでそうやって使うとすごく楽しいかなと思います。1,2,3,あずれたスタンドずれた、今みたいなことがよく起こります。そんな感じでプッチの解説は終わります。次回はね大統領について話したいと思うので、よければチャンネル登録高評価お願いします。そういうわけでアリーベデルチバイバイ。